はい、皆さんどうも、超ひろしです。今日は皆さんに紙のソフトをご紹介していきたいと思います。皆さんご存知の通り、このパソコンの中にはハードディスクは必ず入っています。ハードディスクにも多少多様ではございますけれども、このようなでかいやつも含めて、小さくなっているものも、ポッタブルのやつもありまして、今の SSD、というやつも今出ております。実際こういったハードディスクを管理する以上ではパーテーションをする必要がありまして、それ以外にも 4K のアライメントなど実作 PC の組む前には準備しておきたいものがたくさんあります。僕がこのソフトを紙ソフトとして認定していたのは主に2つの理由があります。1つ目は多くの機能を1つのソフトに集約しています。2つ目はこのソフトの機能は基本的に全部無料になっているからです。では早速ソフトの紹介をしていきたいと思いますので、パソコンの中に一緒に入りましょう。はい、じゃあまずソフトのインストールから始めていきたいと思います。ブラウザをまず開いて、ビフォ欄のところにアドレスを貼り付けておきますんで、そこをワンクリックしてください。これで入りますと無料版だったので、こっちに選択します。ダウンロードを押します。で、無料版を押します。で、ダウンロードできたら、ブラウザを閉じて、ここにある EXE のファイルを開きましょう。シャープに使用する言語を選択してください。その後に OK を押したら、ここ、実際のダウンロードしたファイルの中には2つのソフトが入っています。パーテーションに使われるものは、ミニツールパーテーションのフリーのやつになっていますんで、下にあったシャードメーカーというやつはデータのバックアップなどの時にも使われるソフトとなっていますので、いらないと思った時にはもうここのチェックを外せばいいです。僕にとってはもうどうせ無料なんだから、ここをチェックを入れてから次へを押します。で、インストールの場所を選択して次へを押してください。次にはインストールが始まります。で、次に完了をしたら実行をします。で、何これになってくるんだけども、この中にあるものを確認してみましょうか。プロ版とデラックス版とプロのアルティメイト版、ちょっと意味わかんないけど、それぞれの機能が違うでしょ。私には基本的に無料のソフトでしか使わないタイプなんだけれども、これを見ていく上ではこの機能も欲しいよね。やっぱり今持っているのが Windows とあと Mac 両方とも持っているんで、こういった機能があれば嬉しいところではあるんだけども、今回はまず無料の体験をしてからまだ買うかどうかを判断していきましょうか。はい、これを閉じてから実際のツールの画面に入りました。わー、これは見やすいんだけどね。で、一応 Windows の中にはディスクの管理するツールはついてあるんだけども、簡易的なものになっていまして、基本的な機能がついてあるものの、詳細の変更をしようとするときには対応できません。なので今回はこの無料のツールを使用することになりました。それではディスクの接続に入りましょう。で、今使っているディスクは主に Windows から Mac のパソコンにデータを移行するために使っているんで、ディスクのフォーマットとしてはこの MBR 式になっていますんで、だからさっきツールの容量バージョンを見てたら、この MBR から GPT ディスクに移行できる機能が欲しいのがここだったんですよ。主に皆さんにこのツールの使い方などをお伝えしたいところで、まずディスクの分割をしたいとき、要はこのエストローラーを開いたら、ディスクは一つの名前で表示してくるか、またはパーテーションを設定して2つそれ以上のアイコンで表示してくるのか。この設定を実現するためには Windows のディスク管理でもできるんだけども、ただですね、これを実現するためにまず一回フォーマットをしないといけないんですよ。では実際やるときにはすごい簡単です。ここの分割を行いたいディスクのところに右クリックをします。まずディスクをきちんと確認してくださいね。別のやつを間違えてフォーマットした経験は僕ありましたんで、データの回復にはすごい時間もかかりましたし、難しかったので、では右クリックをしてから分割を押してください。ここではもう各エリアの容量を調整することができます。では今回は 1GB が1つ欲しいのと、あと 29GB が1つ欲しいとなった時に、2つになってるやん。ではあと 1GB もう1つ欲しい時には分割を押して、同じ 1GB を入力したらまだ 1GB になっていきます。では例えばの話なんだけども、この 1GB というよりは大体のバランスを調整したい時にはここをスライドしたら OK です。すごい簡単じゃないですか。では今回は適当で 3GB が欲しいものを分割しておきました。で、そして適用を押したらソフトが全ても自動的に
分割する作業が始まります。まあ僕も最初このパーテーションを行うのが何のメリットがあるかと疑問が湧いていたんだけども、で実際使用した後にはこのディスクが一目瞭然で何が入っているのかすぐ分かるようになってくるのが、そのカテゴリー別に最初からこのファイルを分けてくれるのがデータの移行する時などは結構使いやすかった。じゃああっという間にこの変更がもう適用できましたので、一回エストラウラを開いて見てみましょう。ではドライブの FGH に分かれているんだけども、1ギガと3ギガと先の25ギガに分かれています。ではこのパーテーションを実行するときに、例えば USB の中にファイルがあった場合ではどうなるのかという疑問を抱えていたんだけども、この USB の中にも物をぶち込んだままでやっていました。ファイルは全部無事で中に入っているんで、だから実際今使っている USB の容量を分割したい時には中にあるファイルをそのままぶち込んだままで分割することは全然 OK です。でしかもこのソフトは無料です。ただです。一切1円もかかりません。では一旦分割したファイルをまだ結合したい時にはどうすればいいのか、そしてこのファイルの中に例えば物が入っていた場合では実際どうなるのかというところを皆さんに見ていただきたいと思います。でもう一回言いとくんだけども、実行する前には必ずディスクを確認してください。確認してください。これが間違えたら大変なことになってしまうんで、確認してください。では、ファイルを中に全部ぶち込んでいましたところで、結合を行いましょう。右をクリックして、そして結合を押してください。結合したいものを選択してから次へを押してください。それで、隣接するものをクリックしていけば、完了をしたら、これが OK です。でもう一回結合しようとするときには結合をもう一回押してください。次をもう一回押してください。ターゲットのファイルをもう一回押してください。完了で押したらまだ一つ戻ってきます。で、次には適用を押してみましょう。はい、押してください。では次にはもう全部自動的に計算をしてもらい、ファイルを移行してもらって、作業を完了させます。で、OK を押して、はい、まだ戻ってきました。この一つに。ではさっきディスクの中に3つ以上のファイルが入っていましたんで、そのファイルはどうなっているかを確認してみましょう。はい、このような感じでパーテーションの内容の位置とパーテーションの内容のファイルが新しく設けておりますんで、なのでこのソフトを使えば分割と結合は必要に応じてもう好きのやり放題になっています。でもまあ事前に言っておくけど、こういった分割とか結合するときにはで大事なファイルが入っているときにはですね、事前にパソコンにコピーをして結合と分割した後にまだ入れた方が一番安全ではあります。まあ一応ソフトなわけで、万が一間違えて消されてしまうとデータの復元はとても大変です。で、このソフトはこれ以上の機能まだ持っているんで、例えばフォーマットとか、ラベル付きコピーと文字変更などいろんなやつがついてあるんだけども、これから実際の実作 PC を作りたい人、または、パソコンをよく使われる人、または SSD の入れ替えをしたい方には一つのこの機能を絶対お勧めしたいと思います。まあ一見無料のやつなんだけども、機能が結構豊富なんですよ。このディスクの SSD に入れ替えしようとするときに、サムスンのディスクとかは Chrome のソフトもついてあるんだけども、CFD などのディスクにはついてない可能性があるんですよ。だから前 SSD を入れ替えしようとしたときには結構 Chrome のソフトが見つからなく困ったことがありました。で、実際の Chrome するときにはデータソースの元のところにクリックをしてください。クリックするときには後ろではなく前にクリックしたら全体を選ばれるので、次には右クリックのコピーをしてください。今度のやりたいのがディスクの5をディスクの4に全部ぶち込んでいきます。とのことで、行き先のディスクはディスクの4を選択しましょう。で、次を押してください。で、はいを押します。で、次には必要に応じてまだ選択をした上で次へを押してください。で、完了を押してください。そして適用を押したら、あとは全部自動的に動いてもらいます。じゃあコピーはうまくいきましたかを確認してみましょう。この F のディスクの中に入っているものがこれでした。そして行き先の G のディスクはこれになっています。中にも同じものが全部入っているので、コピーは無事成功できました。はい、じゃあそれ以外には何かまだありますか？ディスクのバックアップの機能などもついております。バックアップには無料で使えそうです。中には様々な機能まだついておりますんで、興味のある方は自分でテストしてみてください。必要な機能が必ずこの中にあるかと思います。で、あとデータの復元についてはこれは容量の対象になっていますんで、パーテーションの復元の機能もあるんだけども、これも容量版になっています。
そしてディスクのベンチマークの機能もついてありまして、ディスクの機能などを測定してもらえるんだけども、最後にはディスクの使用状況分析の機能までついてありますよ。では一回スキャンしてからなんでこの機能が大事なのか、みんなにまたお伝えしたいと思います。意外と早かった。はい、この機能はなんで大事なのかを皆さんにお伝えしたいと思います。普段パソコンを使う以上では、使えば使うほどそのゴミが溜まってしまうんですよ。いろんなソフトを利用してスキャンとかクリーンアップをすることは可能になっています。ただこのソフトにも限界があります。何かといえば、ディスク C の中にあるものは基本システムのランニングに伴って必ず必要なものになっていますんで、ソフトもその中にあるものを徹底的に調査してきたとしても削除するまではしてくれないですよ。で、普通にディスク C のソフトしか入っていない場合では、おおよそ30ギガくらいの容量を示していくんだけども、例えば私のこのパソコンにはディスク C はなんと100ギガ以上使っていますよ。で、そしてこの残っている96ギガまで全部使い切ってしまったら、ディスク C の中にはもう何も入れません。入れないイコール、ブラウザで何か見てみようと思った時にも見れないんですよ。このパソコンの仕組みといえばいいですね。実際見てみたいビデオを事前にパソコンの中に入れ込んで、そして閲覧できるようになっている仕組みになっていますんで、だから実際満タンになってしまった場合では、事前の入れ込みができないことになってしまい、ソフトが開けたとしても無意味なんですよ。で、そして我々もこのディスク C の中に何が入っているのか、はっきり言えば分かんないですよ。パソコンをいくらいじったとしても、この中にあるファイルはどれが削除できるか、どれが削除できないかについては、全部知っていますかって言われたら、それはすみませんでしか伝えられないですよ。なので、このディスクの使用状況の分析という機能が使えれば、実際はもう直感的にどのファイルにどのぐらいの大きなものが入っているかが一目瞭然になってきます。では C ディスクの中に入っているでかいファイルの中に、ユーザーの中に一番大きかった、ではここに大きかった、ディスクトップが大きかったってなったら、じゃあディスクトップにあるものを削除すればいいんじゃないの。で、この中に何が入っているのかまで全部確認することができます。で、しかもいらないこのビデオとかについては自分でもわかるんじゃないですか。ソフトを使って削除することもできますし、ゴミ箱の中に入れるか、または完全に削除してこのパソコンのどの領域も示しないことまでできるようになっています。だからこの機能がついてくれるのがめちゃくちゃ嬉しいです。はい、では以上でパーテーション管理の紙ソフトを皆さんにご紹介いたしました。ちょっとこれおかしいな。だからか。皆さんにご紹介しました。たくさんの機能が揃えた上で、このソフトも無料になっていますんで、必要な方はぜひともダウンロードをしてみてください。で、そしてこのビデオで助かった、勉強になりましたと思う方は、ぜひともチャンネルの登録といいねを押していただいて、またわからないところがありましたら、ぜひともコメントをいただきたいと思いますので。では今日は以上でした。皆さんのご視聴ありがとうございました。